今日はひとみちゃんに特別に来ていただきまして、一緒に茶道と着物についてお話ししていきたいと思います。簡単にじゃあひとみちゃん、自己紹介をお願いいたします。私は中学生の部活の時から、茶道をやっておりまして、で卒業後今の師匠のところに師事をしていて、いろんなお弟子さんが集う有志の団体があって、そのご縁でこうどんどんつながっていったタイさんとモンゴルに、はい、行くようになったりっていうご縁で、今お茶の教室のお手伝いをしたりという感じで、はい、活動しております。はい、一昨年にひとみちゃんと一緒にモンゴルに行かせていただきまして、一緒に寺子屋忍者のメンバーの大谷さんがモンゴルと深いつながりがあって、それで声かけていただいて二人とも一緒に行ってきたんですけれども、その時の動画もありますのでリンクを説明欄に貼らせていただきますので、ぜひよろしければご覧ください。はい、今日はひとみちゃんに来ていただいているので、茶道とあとは茶道の時にどんな着物を着たらいいかとか、そのあたりを聞いていきたいと思います。はい、今日お召しになっていただいていると思うんですけれども、はい、茶道の時の着物で、初釜とか普段の時とかお稽古の時とか、なんかどういう着物を着ていったらいいかを少し教えていただけますか？はい、わかりました。茶道の時はお茶会に例えば、お呼ばれして遊びに行く時とか、基本的には色無地がスタンダードで、帯を20代個で袋帯締めていくっていうのが基本とされてはいます。でただ、初釜新年最初のお茶会だったり、あと、なんかすごく大きい席で華やかな大きい会場の時とかは、振り袖を着たり訪問着を着たりなので、もう全身綺麗に柄が入った、はい、そういう華やかなものを着るっていう席もあります。なるほど。ただ一応基本はわびさびが大事って言われているので、色無地柄のないシンプルなもので、清掃で帯を締めていきましょうっていうのが基本になります。なるほど。今日ひとみちゃんが着てらっしゃる着物はどんなお着物ですか？これはちょっと撮影っていうことですごい一長羅の着物を今日は着てきて、はい、これ着物の方が夢香炉染めっていう染め物で、京都の染め物の反物なんですけど、香炉染って言って皇室の方がいつもで行事をやるときに着てる着物でなんかその古来の染め方、平安時代の染め方を再現したっていう染め師さんがいらっしゃって、でその方の作ったお着物を今日は着てきました。香炉染め、どういう漢字を書くんですかね？香炉染め自体はひらがなで書いてて、でなんかその作り方が秘伝でもともと分からなかったっていうもので、その作家さんが文献をこう読み漁って、泥かな、なんかでもそれ土物で一回染めてっていう作り方っていう風に聞きました。そうなんですね。なんかちょっとね、画面上だとなかなか見えないかもしれないんですけど、色が本当にこうグラデーションになってて、すごく綺麗な色ですよね。少し輝いても見えるし、光沢もある感じですよね。私はこのパロットカラーが好きだったんでこれを買ったんですけど、紫とか濃紺の着物が香炉染有名で、太陽の光が当たると赤く色が変わるっていう反物ですね。紫とかが赤くなるので、一応これも濃い緑のところはやんわり赤くなる。夏とかに着ると結構色がはっきり分かりますね。すごい素敵な着物ありがとうございます。着物なんですけど、ちょっともう少し深掘りさせていただきたいんですけど、初釜の時とか、あとは大寄せの茶会はまた別ですよね。結構ホテルとか、例えば華やかな場所、そうですね、会場がホテルだったりとかで、ちょっとお食事がついてお定茶があっての時は、訪問着だったり色留め袖だったりを着ることが多いです。なるほど。普段のお茶会の時っていうのはどういう？基本的には色無地を着ていく人が多いっていう感じですね。もちろん最近新しく買ってこれ着たいんですって華やかなものを着てもいいし、ちょっと今日は気軽な感じでって顧問で言っても全然問題はなくて、なので、すごく嫌な言い方をすると、お客さんとお茶会を開いてる方の塩梅というか、なのですごく高いレストランに、半袖短パンサンダルで行ったらドレスコードで、NG と言われちゃうじゃないですか。そ
それと同じで、ある程度もてなしてくれる方に失礼のないような格好で行きましょうという感じで、私は、お洋服と同じ身だしなみっていう感じで私は捉えてます。そうですよね。なんか結構皆さんやっぱりその T シャツ短パンとかジーパンとかそういうのを例に出されて言われると思うので、ある程度の格というか色無地だったりとか小物だったりとか、そこまでカジュアルすぎないものを着ていくといいかなっていう感じですかね。はい。あとはお稽古ですね。お稽古の時っていうのはどんな着物を着てますか？お稽古の時は、先生によって違うと思うんですけど、私の先生のところは仕事帰りに行ったりすることも多いので、私は洋服でお稽古に行くことが多いです。でお休みの日だったりすると、着物は着物を着て、で帯はちょっと半幅帯でライトな感じにして帰りにお買い物行けるようにしようとか、そういう感じで、着物を着る練習する場として着ていくことが私は多いです。なるほど。半幅帯で行って、帰りはもうそのまま着物で行って着物で帰る感じですか？そうですよね。あとはなんか結構その場に行ってね着替えていらっしゃる方とかもいらっしゃったりしますよね。あとは着物じゃないなんか着物っぽいなんですか、お稽古着みたいな着られてる方もいらっしゃいますよね。なんかその着物があった方がちょっと草さばきとかなんかやりやすいのかなっていうイメージはありますね。着物でも洋服でも問題ない。問題はないです。あとはお茶やるときにこっち側に懸垂ってお水が入ってるものがあるので、それがやっぱり慣れてないと袖がお茶って使っちゃったりみたいなことがあるので、ある程度お茶会に自分が出るってなった時は着物を着てお手前をする稽古っていうのは必要だなとは思います。なるほど、わかります。うちの先生のところでもお茶会前になると着物着てきてお稽古するっていう人も増えてきます。なるほどですね。わかりました。ひとみちゃんはもともと中学校の時から茶道部に入られて、そうですね。茶道部に入って、なるほど。もうその頃から着物って着てらっしゃったんですか？いや、その時は着れなくて、学校のお茶会はみんな浴衣で最後卒業お茶会出るみたいなことをして、でもそれもOG/OB の先輩方とか、あと先生にもこうやって着せてもらって、中学生だから全然できなかったので、その後卒業して先生のところに弟子入りするってなってからは、とりあえず着付けて頑張って自分で着てみましょうっていう感じで先生に教えてもらって。で大学生に入ったぐらいからと同じ車中に着物の着付けの先生がいらっしゃったので、その方のところで習い始めました。なるほど。なんかモンゴル行った時にひとみちゃん多装とかもね、モンゴルの可愛い女の子に着せたりしてたので、すごいですよね。多装とかもできるんだなと思って。着付けの先生が時間があると、多装やったり変わった帯結びだったりいろいろ練習していいよって言ってくださる方だったので、自分が中学校の時着せてもらったように私もお手伝いに行くと着せたりするので、それで自然とだんだんできるようになっていきましたね。なるほど、いいですね。なかなかね、なんか自分で着るのもあれですけど、人にも着せてあげられるといいですよね。人に着せることができると一緒に着物着て遊びに行ったりできるので、それはそれですごい楽しいです。わかりました。ありがとうございます。着物を着て茶道をやるのが一般的というか本式というかだと思うんですけど、なんで着物を着るのかというか着物の役割みたいなことをもし分かれば教えていただけますか？はい、私の考えではあるんですが、茶道はお客様にお食事だったりお茶を差し上げるっていうものなので、レストランに行ってもう髪がボロボロで服もボロボロでもう猫背で声も小さくて何をしてるかわからないっていう方にお出しされても万全の状態で美味しく料理を食べれないみたいな。それだったらピシッとしてベストを着てシャキッとトレー持ってっていう方に出してもらった方がそつなくやっていただいた方が美味しく料理を食べれるっていうのと同じ感覚ですかね。着物を着てビシッとおもてなしをするぞっていう気合を入れてなので清掃という意味で着物を着るのがいいのかなというふうに思ってます。お手前の時の動きだったり所作もやっぱり着物でやると動きやすいようにできている。確かに。ので着物だと特に女性だと膝を動かしたり体の向き変えたりっていうのがすごく動きが小さくなるじゃないですか。
でもそれを洋服でバサバサ動くと、お道具を倒しちゃったりとか、やっぱり動きが荒々しく見える。確かに。そういうように作られているっていうと、すごく投げやりなんですけど、着物を着て、お客様をおもてなしするっていうのが一番正式な相手に礼を尽くした形になるっていうものなんだなというふうに捉えてます。そうですよね。なんかやっぱり着物着てるとなんか自分の心構えもシャキッとするところありますよね。やっぱりなんか普段着物の時とお洋服の時の所作ってちょっとなんか無意識だけど変わってきますよね。そうですね。なんで今日も撮影だからって一丁羅着てきたんですけど、そういうのを着てると動きもちょっとおしとやかになるというか、自然と膝の上で手を組める感じ、そうですよね。そうですよね。それはなんかありますよね。はい。わかりました。ありがとうございます。最後に着物とかお茶に関して何か気をつけてることとかあれば教えていただけますか？はい、一番はやっぱり茶道とか着物って日本の伝統文化なのですごくハードルが高いなというふうに思われがちなんですけど、一番は着付けのルールとかお茶のルールとか守ることは守って、でもとにかく楽しく自分なりに遊ぶっていうのを一番気をつけてるというか、ルールにとらわれて嫌になっちゃったりしないように楽しくやっていこうというのは心がけてます。なるほど、そうですよね。なんか手張りとかってね、ありますけどね、そこの、もうまだまだ歯まではいけないんですけど、まだ守る段階なんですけど、できるだけ楽しく、そうですよね。特になんか着物の着方とかもね、今だいぶいろんな、着方されてて、なんか洋装と混ぜて着てらっしゃる方とかもね、いろいろね、楽しみ方が本当に幅広いなと思いますね。海外の方とかたくさん見ていただいてたりとか、あとは日本人の方でもなかなか茶道とか着物とかに触れる機会がないという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まだ始めたことがない方に向けて何かメッセージとかアドバイスとかがあれば教えていただけますか？はい、それこそさっきお話に出てたみたいに、着物だったら和洋折衷コーデ、いわゆる呉服屋さんで自分にぴったり合った着物を買うじゃなくても、この柄が可愛い、この色が好きとかで選んで気軽に着れるものもたくさんありますし、茶道とかだと例えばお住まいの近くの公民館とか区役所とかで体験できる場もたくさんあるので、それこそ、観光の方だったら寺子屋忍者さんの茶道体験だったり、場所は今とてもたくさんあるので、興味を持ったらそんなにすごく怖いものだなっていうふうに身構えずに気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。ありました。寺子屋忍者では茶道や華道の体験教室の方をやっておりまして、海外の方ももちろんですし、日本人の方もまだ触れたことがないけど一度試しにやってみたいとかっていう方にお越しいただいております。長期的に通いたいとかっていう方は別途寺子屋忍者の中で他の先生が教えていたりとかもしてますので、ご案内とかもできますので、興味があるけどまだ始めたことがないとかっていう方はぜひ一度遊びに来ていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。どうもありがとうございました。本日はありがとうございました。